皆さんこんにちは。ジャストフィットのお手伝い FS ランニング代表シューズアドバイザー藤原です。アディアスが誇るネオレーシングフラットアディゼロ匠1000シリーズ、その10代目はより推進力を高めたモデルになりました。アディゼロ駅伝コレクションということで、1000シリーズの生まれた国日本が一番最初に、そして箱根駅伝など各種駅伝シーズンに向けて発表されました。ということで今回はどんなアップデートがあって、どんな場面でどんなランナーが履くといいモデルなのか、前作1009や他のアディゼロラインナップと比較した解説を早速していきましょう。先日 400m10 本のインターバルにて5本を1009、5本を1010に履き替えて試してきましたよ。ちなみにはっきり言って藤原、前作1009が今までの1000シリーズの中でも一番好きかもというモデルなので、だいぶ前作に思い込みがある中でのテストでした。まず1009、ピッチを上げる感覚で気持ちよく走れるモデル、まさにレーシングフラット。ショートインターバルでヘビロテで使っていたのもこの感覚が好きだからですね。そして1010に履き替え5本の前半は正直1009の方が履きやすかったですね。でも後半ふと思ってアディオスプロ3の時のように足を置くような走り方に変えてみました。そうするとストライドが自然に伸びる感じ、スピードが自然に上がる感じ、違う印象になりました。これはまるで違うシューズって考えた方がいいのかもしれません。ピッチを出す1009、ストライドを広げる1010、ワールドアスレチックスのシューズルールに抵触しますのでトラックでの使用はできませんが、フルレングスのエナジーロッツ 2.0 を搭載した1010にはやはりある種の厚底感がありますね。そうなんです。今回の1010は1009が5本バーのエナジーロッツであったのに対して、同じくグラスファイバー製ではありますがフルレングスロッツエナジーロッツ 2.0 に変わっています。ここがポイントです。ご覧のようにしなってからの戻りがとても強い。しかも同じグラスファイバー製フルレングスロッツを搭載した、しかし使用目的が違うボストン12と比較してその強度やしなり具合も調整されているようですね。まさに前作までの確かな接地感も引き継がれながらも蹴り出しの推進力に重きを置いた作りになっている、それが1010なんですね。ではアディオスプロ3とは何が違うのか。基本的には 5K、10K ショートディスタンスレース向けのモデルですが、アディオスプロ3のようなスーパーシューズのカーボンファイバーロッツの役割はレバー、高速で走る接地感をさらに前方方向に強制的にガイドして、反発弾性の強いライトストライクプロの復元性を推進方向に強く結びつける、まさにそのコラボレーションの妙により蹴り出しが楽になることで速さにつながるわけですね。それに対して1000シリーズの場合、同じく反発弾性の高いライトストライクプロがフルレングスで使用されていますが、素材前足部の厚みはややミニマルな 27mm、 かかとは 33mm。 ちなみにアディオスプロの前足部の厚みはなんと1010のかかとの厚みです。その分1010では接地感覚を高めつつ素材のバウンド感も得られるギリギリのバランスを追求した構造になっているんですね。
硬くてしならないレバーの役割を果たすカーボン製ロッツに対して、フルレングスのグラスファイバーロッツはしなって戻るような蹴り出し感覚が確かにあり、スーパーシューズの楽になる感覚とはちょっと違った、まさに自分の頑張りを応援してくれる蹴り出しの助力感があると言っていいでしょうね。5本バーロッツの1009とはしなり感がまるで違いますよね。 5K、10K のショートディスタンスモデル、その全てのブランドのカテゴリーモデルの中でも、このシリーズの唯一無二の高性能は選手が証明してくれています。10月にラトビア・リガで行われた世界ロードランニング選手権で、他のブランドアスリートは1マイルというショートディスタンスでもスーパーシューズを着用している中、アディダスの選手は1マイル男子優勝者、 5K2 位の選手も1000シリーズだったことに象徴されていますね。その助力をもらって、私にとって苦手できつい不細系インターバルで追い込み、トレーニング効果を高めるときに多く使っていますが、来年の正月いつも出ている地元の駅伝には久しぶりにレーシングフラットを使ってみようと思ってます。もとい時代が変わり、技術の進化を背景にできたこのネオレーシングフラットの1000点を使ってみようかなって考えています。そして箱根駅伝で本番で履くランナーがいたりすると、なおさらモチベーションが上がっているかもしれませんね。それも楽しみです。紹介したシューズの詳細など FS ランニングシューズガイド2023-24もご覧ください。スマホでご覧になる方は横向きにして確認してくださいね。シューズのカテゴリーについてもこちらからご覧ください。シューズ選び、サイズ選び、使い方のコンサルを平塚にて開催しております。気になる方はホームページよりお申し込みください。オンラインアドバイスも受け付けております。そしてまだの方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。シューズアドバイザー藤原でした。